皆さんこんにちは、しゅうです。年末までに100個手放す、すっきりしたいということで、100個手放すチャレンジをこれから数日かけやっていこうと思います。第1回目は、お気に入りが見つからない洋服クローゼットの見直しです。4個前の動画で保留にしていた手放せなかった洋服を、手放しが進む5つの考え方をもとに進めていこうと思います。動画の最後にリサイクルショップでいくら売れたかのも発表したいと思います。それでは本編ご覧ください。手放しが進む5つの方法ということで、メンタリスト DAIGO さんが紹介されていた動画の中から、これはと思う方法で実践していきます。まず1つ目、タイムトラベル思考。手放そうかどうしようか判断のつかない服を見つけた時に試したい方法です。1、手放すものを買った時へ思考を戻します。2、そこで今の自分がもう一度買うかということを考えます。一度所有すると愛着が湧いたり、そのものの価値を高く見積もってしまうことがあります。買うのは簡単、捨てるのは難しい。3、その時に当時の買おうとしている自分に買うのやめなよと声かけしたくなるものは、今の自分にとってはもういらないものということで判断がつきやすくなります。2つ目が買い直し思考です。キッチンツールや日用品など、いつ買ったか思い出せないものを手放したい時に試したい方法です。1、1回捨てたとして、もう一度自分が買い直したいと思うのか。2、壊れてしまってそれでも全く同じものをもう一度買うのか。例えば、家族が間違えて捨ててしまった場合や、壊されてしまった時などを想像することがおすすめです。このスカートに子供が油性マジックで落書きをしてしまったり、カーディガンの毛玉を取ろうとして引っ張ったら伝線して穴が開いてしまったなど、そこで買わないなと思うものは自分にとってはもう不要ということです。3つ目はネットオークション思考です。まだ使えるけどどうしようと迷っているものを手放したいものに有効です。1、誰かがこれを買いたいと申し出てくれたことに対してはいと思ったもの。2、売っても良いと思うもの。この2つが頭に浮かんだものは手放し候補です。絶対に手放したくないと思うものはいくらで買うと言われても手放しません。なので、売ってもいいと思うものは自分がいらないと心の底で分かっているものということです。4つ目は代用思考です。いただき物の家電や新品の雑貨、普段使っていなかったまたは存在を忘れていたものなど発見して手放すかどうか迷った時におすすめの方法です。物を手放すか迷った時にあれに使えるかもとかこんな使い方ができるかもというようにいろいろなアイデアが浮かんで手放せないことがあります。信じられないくらいクリエイティブになって何とかして使いたいという気持ちになります。そこで捨てようかどうしようか迷うものがあった時に1、これがなかったら何で代用できるかな。2、家にあるものを使ってこれの代わりになるものは何かあったかなと思い浮かべること。というようにどうやってこれを使おうから今あるもので何とかやりくりしてみようと発想を切り替えることができるようになります。今までなくてもやりくりできていたということと代用してやりくりしてみようと合わせて考えることで手放すことに迷っていたものが手放しやすくなるように思います。5つ目は結果思考です。手放そうと思っているものに注目するのではなく、そのものがあることでどのように人生に役立つのか、これがあることは自分の一生を通してなくてはならないものなのかで判断します。普通はそのものが使えるかどうかで手放すか判断しがちですが、使えるかもしれないけど、そのものを使って得られる結果がどうしても必要なのか、このスカートを履いて美人度が爆上がりするから人生でなくてはならないものなのか、このアウターを着ることで人生においてどんなメリットがあるのか、そう考えていくと、同じような用途のものやあまり好みでないものは手放すことができるようになります。お気に入りでない T シャツなどは部屋着になるか雑巾としてお部屋のお掃除に使えるということもありますが、部屋着に下ろしてももっと着心地のいいものを選んでしまったり、お掃除の時も吸水性の良いタオルや汚れ落ちの良いマイクロファイバー素材のものを選んでしまうので、使っていないお洋服はリサイクルショップやメルカリ、ジモティーでこの服を喜んで買ってくれる誰かに売ったり譲ったりした方が気持ちよく送り出せます。一度子供の肌着をお掃除用にと切り込みを入れようとした時に悲しくなってしまい、マスクに変更して仕上げたという過去があります。なので掃除用として使いたい人や
部屋着に下ろしたい人の気持ちを否定するというよりは、自分にとって手放しやすい方法で、私だったら子供服は寄付したり、知人に譲ったり、メルカリやジモティを利用したり、または余力があればリメイクしたり、自分の服だったらリサイクルショップへ持ち込むか、必要な方へ譲るか、リメイクという道で手放しを進めていきたいと思います。夫もこの方法を踏まえ、一緒に服の見直しをしました。ダイエットに成功し、服のサイズがワンサイズ小さくなりました。ダイエットをする前の太った自分用に、大きいサイズの服を取っておくというところで迷っていたようですが、また太るということを考えたくないということで、取っておくのをやめ、今のサイズと好みに合ったものに買い替えるということで整理をしました。以上5つ、考え方のコツを踏まえた上で、お洋服の見直しをしたところ、半分以上の服を手放すことができました。どうしても欲しいと悩んでいたアウターも、肌着を暖かいものにしたり、重ね着をすることで、スーパーの買い出し程度だったら対応できることや、長時間外での作業が必要な場合には、夫のベンチコートを貸してもらうということで、購入を見送ることにしました。その他洋服についても、夫と服を共有して服のコーディネートをすることで、欲しいと思うものが見当たらない今は、無理に服を買うのはやめようと思い直すことができました。半分以上の服がなくなって、初めのうちは着る服がなくなってしまう、おしゃれを楽しめないと思っていたのですが、いざ手放してみると、クローゼットで見かけるたびにモヤモヤしていたものがなくなり、とてもすっきり好きな服だけがかかっているということにとても満足しています。手放すと決めた洋服について、メルカリへの出品も考えましたが、売れるまでに時間がかかることや、汚れなどの見落としでクレーム対応が発生する手間を考え、今回もセカンドストアさんのお世話になります。ここまでご覧くださった方に最後にリサイクルショップで入れた金額を発表したいと思います。11点持ち込んで、買取額が全部で408円でした。不要と判断した服や消耗していた服にもお値段がついて、今回のクローゼットの見直しは大成功で終わることができました。売上金は年末のみかん代の足しにしたいと思います。最後まで動画をご覧くださってありがとうございました。